最新 Windows の夢を見ないの巻。というわけで、今回は Windows 11の動作限界に挑もうと思います。動作限界？骨董品にインストールしてみるわけですね。なるほど。ちなみに前半は組み立てなので、興味ない場合は飛ばしてください。今回試す CPU はこちらです。AMD Phenom 2 X3 720BE です。これはどんな CPU なのだ？アスロン64シリーズの後継で FX シリーズの前になります。伝説の3コア CPU です。伝説って？不良品を2コアや3コアとして売っていますが、当たりを引くと4コアで動きます。それはお得なのだ。動いても不安定だったりしますけどね。マザーボードはこちらです。ギガバイトMA790GP UD4H です。これはどんなマザーボードなのだ？ソケット AM2 プラスなので、フェノムからフェノム2の6コアまで使えます。内蔵グラフィックがそこそこ強力で Vista や7のエアロが快適に動きます。それは良さそうなのだ。当時のインテルマザーとの違いですね。メモリは DDR2 の 2GB が4枚です。少ないのだ。Vista や7の時代なのでこんなものです。メーカー製 PC なんかもっと少ないです。それは良くないのだ。おかげで Vista への風評被害が広まりました。主要なパーツはこれくらいですね。マザーボードに取り付けておきました。それでは組み立てを始めましょう。まずは水冷クーラーを取り付けます。オレンジのが邪魔だから外すのだ。リテンションという名前らしいです。固定のネジを4本抜くと外れます。外れたみたいなのだ。裏面のプレートも一緒に外れました。箱にしまうのだ。水枕用のバックプレートを取り付けます。ネジを立てて後ろから挿入します。表側からナットで固定します。固定が完了したのだ。準備ができたので放熱グリスを塗ります。処置場により捨てに塗ってあるのだ。グリスを塗ったら水枕を取り付けます。こちらもナットで締め付けます。取り付けが完了したのだ。マザーボードをケースに取り付けましょう。変なおっさんが映っていたからカットするのだ。取り付け完了したのがこちらです。ぴったり収まったのだ。同じ ATX 規格なのでぴったりです。次はラジエーターですね。幅が広くて内側には取り付けられません。なので背面の外側に取り付けたのだ。後ろから見るとこんな感じです。これだと配管が目立つのだ。ケースに穴を開けたら内向きにつけられますが、もったいないのでやりません。なら仕方ないのだ。こちらがリザーバータンクです。ポンプも内蔵しているのだ。ポンプが回らなかったので調べたら基板が壊れていました。詳しくは1000回を見るのだ。
仕方ないので配線を取り出してブラシレスモーターのドライバーで回します。コイルが焼けるといけないので配線はスター決線にしました。スター決線。3組分のコイルの片側に電源をつないでその反対側を一つにまとめます。運転電流が少なくて済みます。なるほど。ということで試しに回してみましょう。なんか震えているけど回らないのだ。始動トルクが足りないみたいですね。ということはデルタ決線ですね。そちらは何が違うのだ？デルタ決線は3組のコイルの両端を三角に結んでそこに電源をつなぎます。電源電圧が各コイルにかかるのでその分消費電流が増えます。その代わりにトルクがアップします。それをやってみるのだ。ということでつないでみました。ちなみに真ん中あたりが汚いのは防水コーティングの残骸です。これで回るのだ。とりあえず試してみましょう。改造ポンプデルタ決線バージョンです。なんかプルプルしているのだ。ローター位置の確認中ですね。回り始めたのだ。これで最大出力です。とりあえず動いているみたいですね。出力を下げすぎると止まりますね。これで使えそうなのだ。組み立てたのでテストしてみましょう。回っているけど水が出ないのだ。逆回転みたいですね。切り替えて回してみましょう。やっぱり出力を絞るとピタッと止まりますね。早すぎる問題は後で考えるとして、とりあえず組み立てを続けましょう。リザーバータンクは5インチ弁用です。なのでここに取り付けるのだ。その前に改造しないといけませんね。どこを改造するのだ？地味なのでゲーミング仕様に改造します。使うのはこちらです。ダイソーのフルカラー LED テープです。550円なのだ。リモコンで光り方を変えられます。USB 電源なのでパソコンから取れます。これは便利な商品なのだ。まずは電線の引き込みが必要ですね。背面に排水口があるのでこれを使いましょう。半透明の蓋のところなのだ。ネジ蓋になっているのでこのタケノコを利用しましょう。ヤスリを使って中を削ります。なぜ削るのだ？防水の接着剤がつきやすくなります。なるほど。剥がれると水漏れして大惨事です。それは良くないのだ。穴にコネクタが通らないので取り外します。端子の爪が引っかかっているので硬い棒で押し込むと抜けます。押し込みすぎると潰れて戻らなくなるのだ。コネクタが外れたので穴に通します。4本まとめては通らないみたいなのだ。ずらさないと無理でしたね。できたみたいなのだ。電線が通ったらコネクタを戻します。相手のコネクタと線の色を合わせましょう。間違えると光らなかったり色がおかしくなるのだ。まあダイオードなので燃えはしないでしょう。防水にはメタルロックを使います。二液硬化型で金属につけば何でもいいと思います。これがあったから使ったのだ。練り上がったらタケノコの中に詰め込みます。前と後ろから詰め込みます。急がないと数分で固まるのだ。
メタルロックが固まったのでリザーバータンクに取り付けます。まずは前面のパネルを取り外します。六角ネジ6本で止まっているのだ。しばらくかかるのでカットしますね。外れたみたいなのだ。中身はこんな感じになってます。排水の蓋を外しましょう。サイズが違うのでドライバーを交換するのだ。この半透明なのが排水の蓋です。蓋が外れたのだ。穴が開いているのでここから LED テープを突っ込みます。切ると絶縁処理が面倒なので1メートル全部突っ込みます。そんなに収まるのだ。巻けばなんとかなるはずです。それは怪しいのだ。全部入ったのでネジを締めます。問題の LED テープですがなんとか押し込みました。とてもダサいのだ。光ればいいんですよ。ということで前面パネルを閉じます。ちなみにバランスよく締めないとアクリルが反って水漏れします。それはまずいのだ。時間かかるのでカットです。締め終わったみたいですね。テープがごちゃごちゃしているのだ。どうせ後で変わるんで。タンクを取り付けたらホースで配管します。タンクから出た水をラジエーターで冷やして CPU を通ってタンクに戻る構成ですね。やっぱり後ろがダサいのだ。エルボタイプのタケノコがないのでどうしても遠回りになりますね。直角に曲がるともう少しすっきりします。曲げるとホースが潰れるのだ。なのでとりあえずこれでいきましょう。ライトがついたので冷却水を入れましょう。六角レンチで蓋が開きます。蓋が外れたのだ。蓋が開いたら冷却水を注ぎます。手持ちのクーラントは緑色なのでそれはライトの邪魔なのだ。今回は透明の一酸化二水素を使います。 DHMO ある程度入ったので傾けてホースに送り込みます。減らなくなるまで続けるのだ。傾けて入れ足しての繰り返しですね。冷却液が入ったので試運転ですね。空気が混ざっているので抜けるまで回します。これで抜けるのだ。さあどうでしょうか。どう考えても強すぎるのだ。調整がピーキーで絞ると止まります。後で何とかしましょう。というわけで組み立てを続けましょう。メインストレージはこちらです。クルーシャルのリアル SSDC300 の 64GB です。少ないのだ。テスト用なら十分でしょう。MLC タイプなので今時のより丈夫です。光学ドライブはこちらですね。パナソニックのブルーレイレコーダーです。いつものやつなのだ。今時いらないだろという風潮がありますがついていると DVD やブルーレイが再生できます。つまりアニメが見放題です。音楽 CD を再生したり吸い出したりできます。つまりアニソンが聴き放題です。サブスクでよくないのだ。ネット配信だと1箇所で全て揃いません。それに配信停止やサービス終了で消滅します。確かにそのリスクがあるのだ。話ははぐれましたが続いてフロッピーですね。さらに遡ったのだ。スーパーディスクドライブを取り付けました。普通のフロッピーディスクと 120MB の LS120 が読み書きできます。昔のパソコンとのデータ交換がはかどります。それは便利なのだ。今回のマザーボードは IDE があるのでそのままで直接つなげるんですけど Windows 11が対応していないので IDE 接続のフロッピーは使えません。なので
IDE から USB に変換してつなぎます。 USB なら使えるのだ。 USB のフロッピーなら現役なので Windows 7以降でも使えます。もちろん LS120 にも対応しています。それは良かったのだ。中のパーツはこれくらいですね。相変わらず配線がカオスなのだ。配線を束ねたら綺麗になるんですけど、どうせすぐにバラすんですよ。それもそうなのだ。続いて外側の配線ですね。このマザーボードには PS2 コネクタが2つあります。つまりキーボードとマウスがそのまんま接続できます。それは便利なのだ。接続するとこんな感じですね。ここにキーボードやマウスを接続すると i80425 間の割り込みが使用されます。割り込み？説明すると1時間くらい続きますけど、また今度にするのだ。これは水冷ポンプのドライバーとその電源です。パソコンの 12V から取ると電流制限でリセットかかるので外に出しました。回しすぎなのだ。高回転よりむしろ始動がやばいですね。軸受けの摩耗で接触面がガタガタなので始動時に 90W くらい消費します。それはやばいのだ。一度回り始めるとスラスト力が働くのでインペラが浮いて軽くなるんですけどね。普段の消費電力は 7W くらいです。それなら余裕なのだ。そもそもこのセラミックボールに直接ローターの磁石がかぶさって受ける設計です。すり減って当然なのだ。製造中止で部品はありませんが Amazon で互換品が売ってます。なんじゃこりゃ！いらないのだ。カバーをかぶせたら完成ですね。いつも通りのフォルムなのだ。それでは起動してみましょう。ポチッとなのだ。さっき巻いて詰め込んだ LED テントですけど、ポンプの吸い込みを塞ぐので必要な分だけ棒状に加工しました。光り方もキモかったのだ。今度のはシリコンホースに入れて光を拡散させたんですけど、まだ LED のつぶつぶが目立ちますね。それはともかくこれがバイオス画面です。なんか見た目が古風なのだ。一応 UEFI 搭載みたいですけど過渡期なのでこんな感じです。90年代のパソコンと大差ないのだ。バイオス画面はともかく本体はゲーミング PC ですね。ただ光っているだけなのだ。定義上は合っているはずですけど、さっきから足元で何かやっているのだ。リモコンを使うと光り方を変えられます。単色にしたり光り方や明るさを変更できます。フラッシュはチカチカして鬱陶しいのだ。やっぱりスムーズですかね。そんなことより話を進めるのだ。 Windows 11を試さないとですね。まずはインストールメディアの準備ですね。そのままでは 100% 入らないので、あらかじめルファスで改造しますね。確かここだった気が。これを実行するのだ。起動したらまずはデバイスを確認します。間違ったところに書き込むと入っているデータが消去されます。続いて書き込みたい ISO ファイルを選びます。今回は 24H2 のファイルですね。今回使用するマザーボードは GTT だと起動できないので、パーティション構成を MBR に変更します。古い BIOS のために修正を追加にチェックを入れて有効にします。多分何かがはかどると思われます。知らんのかい。変更はこれくらいなのでスタートを押します。タスクバーのあれではないのだ。改造する項目が選択できるので上の2つをチェックします。
残りの項目はお好みでどうぞ。これで準備完了なので OK を押します。書き込み先が正しければ OK を押します。最終確認なのだ。処理が始まるので終わるまで待ちましょう。時間がかかるからカットしたのだ。書き込みが完了したみたいですね。完成したらディスクを取り出します。右下の時計の近くのアイコンから取り出せます。マイコンピュータでも取り出せるのだ。やらずに引き抜くとたまに壊れますよ。ガクブルなのだ。出来上がった USB メモリを差し込みます。挿したら電源を入れましょう。ポチッとなのだ。起動しましたね。このマザーボード USB 3.0 に対応してません。古いから仕方ないのだ。USB 2.0 なのでかなり遅いです。この状態で15分くらい待たされます。当然ながらカットするのだ。そろそろ読み込みが完了しますね。画面が消えましたね。再起動したのだ。カーネルの起動が始まると再起動するみたいですね。ちなみに電源を切るまで無限ループします。どうなっているのだ。必要な命令が搭載されてないみたいですね。必要な命令？ポップカウントとかいう CPU 命令ですね。それはどんな命令なのだ。レジスタ内から1のビットを数える命令ですね。簡単に書けばこんな感じですね。なるほどなのだ。この例だと単純化してあるので16ビットの値渡しですけど、実際の命令はレジスタ指定ですね。これは何の役に立つのだ。暗号化や圧縮展開がはかどるらしいです。あと脆弱性の予防なんかにも。ただし一部の人は嫌がらせでポップカウントを必須にしたと言ってます。古い CPU を切り捨てるためだとか。やってそうなのだ。嫌がらせも何ももともと非対応の扱いですけどね。ちなみにポップカウント命令は SSE4.2 に入っています。AMD の場合は FX シリーズのブルドーザーから搭載ですね。テノム2世代の SSE4E に入っているという情報もありますがデマですね。つまり Windows 11は動かないのだ。一つ前の23.1になら動くはずです。ならそれを試してみるのだ。USB メモリの作成はさっきと同じ工程なので省略しますね。一応こんな感じなのだ。もう一度起動してみましょう。ポチッとなのだ。また15分くらいかかるのでカットしますね。くるくる回り始めたのだ。さっきは回る前に再起動しましたね。今度は表示されたのだ。見づらいのでキャプチャー画面にしますね。インストール画面が表示されましたね。いつもと同じだから加速するのだ。USB 2.0 だと128倍速でこのスピードです。ファイルの読み込み以外は普通ですけどね。2段階目が始まりましたね。さっきよりスムーズなのだ。オフラインアカウントを使いたい場合は LAN ケーブルを抜いておきましょう。ルーファスで改造してもネットにつながっているとオンラインアカウントを要求されます。その場合はデタラメなメルアドを入力します。あともう少し見たいですね。インストールが完了したのだ。まずはバージョン情報を確認しましょう。機種名としてマザーボードの名前が表示されてますね。
こちらがデバイスの仕様ですね。CPU とメモリは正しく認識していますね。正常みたいなのだ。ライセンス認証はネットに接続しないとわかりませんね。一度シャットダウンするのだ。LAN ケーブルを挿しましたがライセンスは入ってないみたいですね。ないと不便なのでライセンスを取り寄せます。ライセンスを取り寄せる？マイクロソフトアカウントにライセンスを預けているので、サインインすればパソコンに持ってくることができます。なるほど。あれの唯一の利点ですね。個人の感想なのだ。トラブルシューティングを行うとこのエラー画面が表示されるので、このデバイス上のハードウェアを最近変更しましたをクリックします。クリックしたら預けてあるライセンスの一覧が表示されるので、最近使ってないものを選びます。君に決めたのだ。選んでアクティブ化をクリックすると、ライセンスを引き出すことができます。ライセンス認証が始まりましたね。認証されるまでしばらくかかります。無事にライセンス認証されたのだ。用は済んだので、ログアウトしてオフラインアカウントに戻りましょう。Windows アップデートも機能してますね。順調に進んでいるみたいなのだ。タスクマネージャーを開いてみました。CPU の情報なのだ。わかりづらいので表示を変えますね。あまり見かけない3コアのグラフですね。レアものなのだ。性能も3コア分ですけどね。ちなみにドライバ類も自動で全部入ったみたいです。それは良かったのだ。17年ものでも結構あるんですね。ということで、そろそろベンチマークの時間ですね。まずは CPU-Z ですね。CPU の情報を見ることができます。これがフェノムニのマークです。おかしい。アポロチョコではありません。TDP は3コアで 94W くらい。プロセスルールは45ナノメートルです。極太なのだ。肝心の SSE4.2 はありませんね。AMD 独自の SSE4A までです。つまり 24H2 が動きません。それは残念なのだ。ちなみにベンチ結果ですけど、シングルコアで 2600K の 38% になりました。それなりに遅いのだ。マルチコアだと 2600K の 24% ですね。4分の1なのだ。1コア少なくて 1GHz 低いですからね。あまり見かけない CPU なのでシネベンチもやっておきますか。それがいいのだ。まずは実際の速度を見てもらいましょう。ご覧の通り3マスずつ処理されます。とてもゆっくりなのだ。マイペースに頑張っております。このままだと夜が明けるので加速しますね。結果が出ましたね。マルチのスコアは301ポイントでした。続いてシングルを測りましょう。当然ながらシングルも留保戦術ですね。当然ながら早送りするのだ。結果が出ましたね。シングルのスコアは158ポイントでした。シングルコアなら前線している気がするのだ。CPU クロックの頭打ちであまり進化がないということですね。ちなみにテストの所要時間はマルチが16分、シングルが31分でした。3コア使って2倍にしかなっていないのだ。
共有資源の管理やコア間の通信も必要なのでそんなものでしょう。というわけでシネベンチのコーナーでした。続いていつものテストですけど、ゲーム性能が低いのでグラボを装着します。いつもの HD7850 なのだ。エアロに最適化はされていると言っても Windows の UI が快適という程度ですからね。やはりグラボには勝てないのだ。こんな感じで取り付けました。ラジエーターのエルボも届いたのだ。というわけでユメリアベンチです。結果が出ましたね。比較するとこんな感じなのだ。 2600K からほぼ半減しましたね。グラボは同じなのでほぼ CPU のせいでしょう。そうみたいなのだ。続いてはちはやローリングです。シワヤが転がるのだ。結果が出ましたね。今回の結果はランク B、 124万1802メートルで名古屋でした。機種面のようにコシのあるマシンだそうです。相変わらず謎なのだ。今までと比べるとこんな感じですね。順調に南下しているのだ。次はどこへ転がるのでしょうか。気分次第なのだ。続いては A 列車で移行7ベンチマークです。線路を引いて豆腐を運ぶゲームなのだ。結果が出ましたね。最高設定で快適に動作するマシンだそうです。フレームレートは少し下がっているのだ。 CPU 性能の割にあまり下がっていないのでグラフィック依存ということですね。 7700K の時も同じグラボだったのだ。 PCI Express 3.0 だから早いのでしょう。というわけで試した結果 23H2 なら入ったわけですが、 23H2 のサポート期間は今年の11月で終了します。あと2ヶ月しかありません。それは困ったのだ。試すならお早めに。誰もやらんのだ。というわけで手の胸に Windows 11を入れようとしたわけですが、最新の 24H には動作不可能でした。理由は POC カウント命令に対応していないからです。 SSD4.2 を搭載してないので裏技を使っても不可能です。そもそもインストール環境のカーネルが起動しません。他のパソコンでインストールして持ってくればどうなのだ。試してみたんですけどね、結局起動途中で再起動かかって無限ループに陥ります。
つまりこの CPU で動作するのは 23H2 が最後となります。それもサポート終了寸前なのだ。そもそも正直な感想を言いますとね、Windows 11を入れても使えなくはないんですけど、なんかもたつくんですよね。知ってた。特に Windows アップデートが始まると CPU 使用率が 100% で張り付きます。そいつはヘビーな話なのだ。重力異常は起きていませんが、わからないネタはやめるのだ。やっぱりこの時代の CPU には Vista や7がお似合いですね。それはそうなのだ。バックアップも完了したので、今度インストールしてみましょう。それは楽しみなのだ。ご視聴ありがとうございました。また見るのだ。